こんにちは。今回ですね、パーギアさんからビルトロックスの AF27mm F1.2 というですね、これAPS-C 機用のレンズなんですけど、その E マウントのものをサンプルでいただきましたので、開けて使ってみたいと思います。なかなかちょっとプロシリーズなだけあって、箱もね、高級感があります。おーっと、出ました。おっと。マニュアルですね。かなりしっかりとしたマニュアルがついてきます。そしてレンズ。おー、なんかすごいですね。おわ、すごい存在感。おっと、これも見てみましょうか。レンズポーチがついてきます。下がちょっとレーザーっぽくて、上がレンズクロスのような布になっております。すごい。いやー、なんかむちゃむちゃ高級感がありますね。APS-C 用のレンズ、ソニーの APS-C 機用のレンズで、いろいろあるんですけど、やっぱ GM レンズって今のところないですよね。これはまさにソニー APS-C 機用の GM レンズだっていう評価をしてる人もいましたけど、ほんまかいなということで、ちょっとね、いろいろ使ってみたいと思います。まず外観なんですが、オールメタルですね。金属です。かなり重量感があります。ここにね、絞りリングがあるんですけど、F1.2 から16まで。そして A にするとオートですね。カメラ側でオートにしているとき、これでオートになります。で、このスイッチをオフにすると、動画撮影時に無限にクリック感なしでこの絞りが可変できるようになっています。で、こっちが AF、MF スイッチになっています。これはマルチファンクションボタンでしょうかね。ラバーコーティング、ラバースイッチがあります。で、ちょっとレンズ開けてみましょう。フィルタースレッドは 67mm ですね。最短撮影距離は28センチとなっています。ここがラバーシールがついているタイプです。で、ここにですね、USB-C ポートがあって、レンズのファームウェアのアップデートなんかができます。レンズフードはプラスチックです。内側にはこういう反射防止の溝が切ってあります。じゃあ私の持っている APS-C 機、ソニー ZV-E10 にちょっとつけてみたいと思います。カチッと。かなりのボリュームですね。これ FX30 とかにつけたら良さそうなボリューム感です。ZV-E10 だとね、かなりフロントヘビーになってしまいます。こんな感じです。ちょっとスイッチを入れてみましょう。フォーカスリングは今マニュアルフォーカスで撮ってますが、かなり回すタイプですね。微調整が非常にしやすいです。40mm ぐらいでしょうかね。27mm なので 13.5 足すと、だいたい 40mm 相当、フルサイズ換算 40mm ぐらいのレンズになります。ボケがすごいですね。どんな感じの映像、写真が撮れるのか、ちょっとしばらく使ってみようと思います。で、まずは写真のオートフォーカスなんですが、手持ちで、こんな感じで子供がビュンビュン走ってるような状態でも連写をしても結構ちゃんとピントが合ってくれます。
でこれは動画のオートフォーカスなんですけど、こんな感じで突然フレームインしてもちゃんと顔を認識してますね。横方向外れてまた入ってきてもちゃんとこう認識してたりとか、走り込んできても認識してくれます。普通に本当に俊敏にピントが合ってくれます。全然こうもたつくような感じはありません。これは動画でやはり走り回ってる子供たちを撮ってるんですが、こんな感じであまり迷うこともなくピントが合います。で次はちょっと純正レンズとの比較なんですけど、これ 20mm の F1.8 でちょっと焦点距離が違うんですけど、フルフレーム換算 30mm で撮影をしています。絞りは開放の F1.8 になっています。これが純正 20mm F1.8、30mm 相当で撮った絞り開放の映像になります。でこっちがですね、ビルトロックスの 27mm で撮影しています。換算 40mm ぐらいになっています。ちょっとこう、望遠というか、被写体が大きく映ってるんですけど、同じ位置から撮影をしています。後ろのボケ具合がね、やっぱり全然違いますよね。で、オートフォーカスはこんな感じですね。パッと合います。フォーカスブリージングは結構あるかもしれないですね。フォーカスブリージング低減機能みたいなのはついてないので、今までの普通のレンズと同じような感じであります。これちょっと2枚というか2台並べてみました。左がビルトロックスで、右がソニー純正の 20mm です。換算 40mm 相当と 30mm 相当で撮っていますが、F1.8 と F1.2 はやっぱりボケが結構違いますよね。オートフォーカスとかはこうやって見ても本当に差を感じないと思うんですが、いかがでしょうか。自由にコメントといただければと思います。で、ここからはですね、フルサイズの ZV-E1 というカメラで撮影をしています。もともと1200万画素ぐらいしかないカメラなので、それを APS-C サイズにクロップして使ってますので、もっと画素が低くなっちゃってますので、拡大するとちょっと荒が目立つんですが、どんな感じで撮れるかっていうのは見ていただけると思います。で、これライトルームでそのまんま表示してるだけなんですけど、この左の上の部分に撮影時のデータが出ています。ちょっと小さいんですけど、シャッター速度と F 値、それから ISO とかも出てますね。身の回りにあるものを適当に撮ったり、ちょっとお散歩しながらいろいろと撮影をしてきました。今流行りの他のカメラで撮ってこれはイメージですってやつではなくて、ちゃんとこのレンズで撮ったものなので、そこはご安心ください。で、まず窓辺に置いてあったちょっと逆光状態の伸び放題のサボテンなんですが、拡大するとこんな感じで、細かなトゲの一つ一つもね、綺麗に写ってます。で、これはあえて逆光で撮ってみたんですが、F11 まで絞ってますけど、変なフレアとかも出てないですよね。で、これは室内で F2.2 で照明器具を撮影したんですが、周辺原稿結構しちゃってるんですけど、これはこれでなんか柔らかい雰囲気のある写真になってるかなと思います。これはこの手の辺にピントが合ってるでしょうかね。ちょっとガタガタして、解像度が低いんでガタガタしてますけど、後ろが綺麗にボケてます。で、これはですね、自転車のリム、ホイールなんですけど、ゴムの質感とか、これはリムのグルーブっていうんですかね、溝が掘ってあるんですけど、そんなんとかもね、すごい綺麗に映ってますよね。そこからなだらかにボケていってます。これはYes, it's summer と書いてありますが、ちょっと夏っぽいんで撮ってみたんですが、パープルフリンジとかもそんなに出てないですよね。これ F2 ですけど、あまり目立たないですね。これはチタンのマグカップなんですが、ピントが合ってるところはね、すごいですね。チタンの素材のこの地の凸凹が綺麗に写ってます。これはちょっとお散歩に出たんですが、神戸の中華街になります。東側から入っていってるところですね。これだけ見ると中国みたいですよね。南京町北京城って書いてあります。一番上はコカ・コーラと漢字で書かれています。
40mm の画角なのでこんな感じ、下から見上げるとこんな感じの画角になるんですが、ちょっとこうパープルフリンジっぽいのが出てますよね。これライトルームで消せるんでしょうかね。ライトルーム色修査を除去。あんまり変化ないですね。プロファイル修正をしよう。一応レンズプロファイルにもここに出てくるんですよね。で、ディストーションはちょっとある。ちょっとこんな感じで修正するとこんな感じに修正されます。ちなみにですけど、明るさだけは自動調整してあります。で、これは暗い店内をちょっと映し取ってみたんですが、いい感じですね。これはお酒売ってるお店ですね。いい味出してました。これは店頭に並んでる食品でしたが、ちょうど夕方だったんでね、かなり誘惑になりました。これは小籠包かなんかを作っているお店ですね。マンホールで、ここもね、焼き小籠包の有名なお店ですけど、ものすごい行列でしたね。こんな感じで圧縮効果というほどじゃないんですけど、ちょっとだけこう圧縮感のある写真になっています。で、これは真ん中付近にあるパゴダですね。とにかく人がすごい。これはどうでしょうかね。目にピントが合ってますね。夕方5時ぐらいだったんで、なかなかこうちょっと西日っぽい感じでいい感じでした。で、これが並行してある元町商店街3丁目の付近ですけど、でこれはその隣、線路を越えた北側にある花熊公園っていう公園にちょっと行ったんですが、ちょっとこう高くなっていて、向こうの奥に元町駅が映っています。これ F5 ですね。電車が来ました。 F5.6 で200分の1秒で撮ってますね。これは白爪草ですね。アジサイもね、すでに咲いてました。花とか撮るとすごいなんかソフトな感じで、本当なんかボケが綺麗だと思うんですけど、どうでしょうかね。これも綺麗ですね。ロイヤルホストの看板。これはちょっと歪みが見たくて撮ったんですけど、プロファイル修正を使用するとこんな感じ。元々の画像はこんな感じになります。で、これは被写界深度をちょっと見てみようと思ってカッターマットを映してみたんですが、これ F1.2 ですね。1センチもない本当に浅い被写界深度になっています。これが F2、F4、そして F5.6、F8 になるとこんな感じですね。最後にちょっと周辺光量を見てみようと思うんですが、これ F1.2 ですね。結構周辺原稿してますよね。でも結構シャープに映ってるかなと思いますけど、どうでしょうか。で F1.8、2.8、F4 ぐらいになると周辺原稿も目立たなく、もう 5.6 も4も差がないぐらいでしょ。これ4、これ 5.6 ですね。こんな感じですけど、どうでしょうか。これが F1.2 の右上のあたりですけど、十分 1.2 でもシャープに映ってるように見えますね。2.8 ぐらい絞ると、でもあんまり変わんないですかね。特にその開放だと甘くなるとかもなさそうです。周辺原稿は結構してますけどね。ライトルームで一発で修正できるとは思います。いやー、すごいレンズですね。フォーカスもね、むちゃくちゃ速いです。
こっちの 20mm の、まあこれフルサイズ用なんですけど、20mmF1.8 という G レンズなんですけど、まあ、これとこう付け替えていろいろ撮ってたんですけど、動画も写真もそのオートフォーカスの精度とか速さに関しては、全然なんか差がない感じがしましたね。で、写りもむちゃくちゃシャープですし、あとまあ F 値がやっぱ 1.2 まで行くので、暗い中でも結構シャッター速度が稼げるので、まあ、APS-C のセンサーって小さいのでやっぱノイズに弱いんですけど、明るい分、ISO 感度も低めで使うことができますので、ノイズも出にくくてね、いいんじゃないかと思います。動画も写真もどっちもいけるかと思います。まあ、欠点という欠点ほとんど思い当たらないんですけど、まあ大きくて重いっていうのがありますね。まあ、特にこの ZV-10 ってボディがすごく小さくて軽いので、まあこういう感じで結構フロントヘビーな感じにはなりますけど、例えば FX30 とか、まあ本気のAPS-C 機にはこの本気のレンズね、いいんじゃないかと思います。詳しい情報はまた概要欄にリンクを貼っておきたいと思いますので、そちらの方をご覧になってください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。